彼の言葉が、彼女の魂を少しずつ削り取っていく。お前にはまだ早い。そう言って奪われた企画書は、彼女の努力の結晶だった。だが、たった一つの真実が、偽りの王座を崩壊させる。運命の舞台は、静まり返った役員会議室。スポットライトが当たるはずのなかった彼女が、今、立ち上がる。この物語があなたの心に届きましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。広告代理店ライズエージェンシーの企画営業部はいつも喧騒に満ちていた。電話の呼び出し音とキーボードを叩く音が複雑に交差し合う。その喧騒の中心から少し離れた窓際のデスクが望月守の定位置だった。彼女のデスクの上はまるで要塞のように資料の山で囲まれている。業界誌の切り抜き、分厚い調査報告書、そして無数の手書きメモ。モニターには、びっしりと付箋が貼られ、彼女の思考の後を示していた。葵は入社して4年目になる。26歳の企画営業部員。彼女は決して目立つ存在ではなく、むしろ地味な印象を与える女性だった。朝の挨拶も、会議での発言も、いつもどこか自信なさげで声が小さい。しかし、彼女の内に秘めた情熱と才能に気づく者は、まだ少なかった。彼女の仕事ぶりは、ひたすらに地道で、誠実そのものだった。クライアントの課題を解決するため、膨大なデータを読み解き、分析する。誰もが見過ごすような小さな数字の揺らぎから、市場の新たな可能性を見出す。その分析力と洞察力は、この部の誰よりも優れていた。だが、その才能が正当に評価される機会は、これまでほとんどなかった。おい、望月、この前の資料、まとめとけって言ったよな。背後から聞こえた横柄な声に、葵の肩が小さく跳ねた。声の主は、直属の上司である課長の黒田雄一だった。黒田は今年で42歳。口が達者で上司へのアピールがうまい男。その世渡り上手さだけで、今の地位まで上り詰めてきた。はい、ただいま。こちらのデータ分析が、言い訳はいいんだよ。優先順位ってもんがわかってないのか。黒田は葵のデスクに無造作に書類を投げ置く。彼のやり方はいつもこうだ。部下、特に自己主張の苦手な葵の研究成果やアイデアを巧妙に吸い上げる。そして、さも自分が考えたかのように上層部へ報告する。数週間前のことだ。定例会議で、葵がぽつりとつぶやいた新商品のターゲット層に関する懸念。それは、彼女が3日徹夜して導き出したデータ分析の結果だった。この層は、広告への反応が予想以上に鈍い可能性があります。その小さな声は、他の活発な意見にかき消されそうになった。しかし、黒田の耳はそれを聞き逃さなかった。彼はすぐさま立ち上がり、葵の意見を自分の言葉に置き換えて大声で言った。皆さん、私は気づきました。このターゲット層には潜在的なリスクがある。我々はもっと別の角度からアプローチすべきではないでしょうか。会議室の空気は一変し、部長や役員たちは黒田の鋭い指摘に感心した。葵はただ、唇を噛みしめることしかできなかった。そんな葵の様子を、少し離れた席から先輩の佐藤健太が見ていた。佐藤は葵の2つ年上で、彼女の能力を正しく評価している数少ない一人だった。彼は会議の後、給湯室で浮かない顔の葵に声をかけた。望月、また黒田課長にお前のアイデア、持っていかれてたな。いえ、そんなことないです。私がうまく説明できなかっただけなので、力なく笑う葵に、佐藤はため息をついた。お前のその謙虚さが、あの人を増長させてるんだぞ。たまにはガツンと言ってやれよ。できませんよ。私には、葵はうつむいてしまう。人前で自分の意見をはっきり言うことが、彼女には何よりも苦手だった。そんな理不尽な日常の中でも、葵は情熱の炎を消さずにいた。今、彼女が取り組んでいるのは、会社の未来を左右するかもしれない大型コンペ。新規クライアントである大手飲料メーカーの新ブランド立ち上げ案件だった。このコンテを勝ち取れば、
ライズエージェンシーの名声は一気に高まる。葵はこのプロジェクトに自分の全てをかけていた。彼女は再びデスクに戻り、モニターに映る無数のデータと向き合う。夜が更け、オフィスにはほとんど人がいなくなる。静寂の中、葵のキーボードを叩く音だけが規則正しく響き続けていた。彼女は、ある一つの消費者インサイトを見つけ出そうとしていた。それは、既存の調査報告書にはどこにも書かれていない未知の領域。人々が何を求め、何に心を動かされるのか、その深層心理の核心部分、そして何日も続いた徹夜作業の末、ついにその瞬間が訪れた。膨大なデータとグラフが並ぶ画面のほんのわずかな得意点。葵はそれを見逃さなかった。これだ。彼女の目が久しぶりに力強い輝きを放った。そこから企画書が完成するまでは、あっという間だった。一度見つけた確信は、彼女の中で次々とアイデアを生み出していく。データに裏付けられた完璧なロジックと、誰も思いつかない斬新な発想。その二つが融合し、一つの壮大な物語を紡ぎ出していく。企画書のタイトルはプロジェクトネクサス。人と商品、そして時代をつなぐ。新しいコミュニケーションの形。完成した企画書を前に、葵は静かに高揚していた。これは、ただの企画書ではない。自分の知識と経験、そして魂をつぎ込んだ、まさに血と汗の結晶だった。翌朝、葵は少しだけ震える手で、その企画書を黒田に提出した。課長、例のコンテの企画書が、できました。ほんの少しの期待が、彼女の胸にはあった。今回ばかりは、この努力を認めてもらえるかもしれない。と、黒田は葵から企画書を受け取ると、面倒くさそうに目を通し始めた。しかし、数ページ読み進めるうちに、彼の表情は徐々に変化していく。最初は無関心、次に驚き、そしてそれは嫉妬と独占欲が入り混じった暗い光へと変わった。企画書の完成度は、黒田の貧弱な想像力をはるかに超えていた。緻密なデータ分析、大胆な仮説、そして心を揺さぶるコンセプト。これはただの企画書ではない。コンテの勝利を確信させるほどの傑作だ。黒田の頭の中で、そろばんが弾かれる音がした。これを自分の手柄にすれば、長年夢見てきた部長への昇進が現実になる。彼は顔を上げ、葵に向かってわざとらしくため息をついた。まあ頑張りは認めるがまだまだ荒削りだな。その言葉に、葵の胸にあった小さな期待は、音を立てて砕け散った。コンセプトは面白いが、具体性に欠ける。これじゃ役員連中を説得できん。黒田は企画書を机に叩きつけるように置いた。いいか、この企画は俺が根本からブラッシュアップしてやる。お前の名前で出すには、まだリスクが大きすぎるからな。でも、この企画は私が、葵が必死に言葉を絞り出すが、黒田はそれを冷たく遮った。これはお前の評価のためを思って言ってるんだ。わかるか？俺が手直ししたものを間近で見ることで、お前も成長できる。それは、指導の仮面を被った。あまりにも露骨な強奪の宣言だった。葵は何も言い返せず、ただ立ち尽くすしかなかった。悔しさで目の前が歪み、奥歯を強く噛みしめる。数日後、役員プレゼンの議題リストが社内メールで共有された。そこには、こう記されていた。プレゼンター企画営業部課長黒田雄一。葵の名前は、どこにもなかった。自分の魂をつぎ込んだプロジェクトが、いとも簡単に他人のものになってしまった。その事実は、彼女の心を深く傷つけた。もう何も考えられない。会社に来る意味さえ、わからなくなってしまった。彼女は静かに席を立ち、誰もいない給湯室へと向かった。冷たい水の音だけが響く空間で、こらえていた涙が頬を伝う。声を殺して泣く彼女の肩は、小さく震えていた。自分の無力さが、あまりにも情けなかった。デスクに戻ると、インターネットブラウザで退職届テンプレートを検索する。しかし、ダウンロードのボタンを押す勇気は、まだなかった。その時、
そっとデスクに置かれた一本の缶コーヒー。見上げると、心配そうな顔をした佐藤が立っていた。大丈夫か。その一言が、葵の心の壁を少しだけ溶かした。大丈夫じゃ。ないですもう。どうしたらいいか。消え入りそうな声で答える葵に、佐藤は静かに言った。今度ばかりは本当にひどい。あいつは人の心がないのか。私が、もっと強ければ、よかったんですけど、お前のせいじゃない。悪いのは全部。あいつだ。佐藤は自分のデスクから持ってきた栄養ドリンクも置いた。いいか、望月、お前の実力は、俺が一番よく知ってる。だから、絶対に腐るなよ。今は耐える時かもしれないが、必ずチャンスは来る。佐藤の言葉は、特別な解決策を与えてくれるわけではなかった。しかし、自分の努力をちゃんと見てくれている人がいる。その事実が、葵の心に小さな明かりを灯した。ありがとう。とだけつぶやき、葵は冷たい缶コーヒーを握りしめた。その夜、葵は一人、がらんとしたオフィスに残っていた。このまま、終わってたまるか。佐藤の言葉を思い出しながら、葵は自分に言い聞かせた。黒田が盗んだのは、所詮は紙に書かれた言葉の羅列に過ぎない。この企画に込めた私の魂までは、決して盗ませない。彼女は新しいファイルを開き、キーボードを叩き始めた。それは、黒田に渡した企画書には盛り込まなかった。膨大な追加データ、そして、企画の弱点を補うための具体的な代替案。さらには、プロジェクトが成功した後の、第2、第3の展開。それは、いわばプロジェクトネクサスの真の姿だった。もし、万が一、奇跡が起きて、自分に発言の機会が与えられたら、その時こそ、この企画の本当の価値を証明してみせる。深夜のオフィスに、再び彼女のキーボードの音だけが響き渡る。それは絶望に抗う。静かで、しかし力強い反撃ののろしだった。そして、運命の役員プレゼンテーション当日がやってきた。朝からライズエージェンシーの役員会議室には、重々しい空気が漂っていた。磨き上げられた長大なマホガニーのテーブル。壁に並べられた歴代社長の肖像画。その一つ一つの調度品が、これから始まる会議の重要性を示しているようだった。テーブルを囲むのは、会社の経営を司る役員たち。誰もが厳しい表情で、手元の資料に視線を落としている。その末席に、議事録係として参加を命じられた葵の姿があった。彼女は固く膝を握りしめ、これから始まる茶番劇を待っていた。心臓が早金のようになり、手のひらには汗がにじむ。やがて、会議室の扉が開き、プレゼンターである黒田が自信満々の表情で入室した。彼は見栄えのするスーツに身を包み、役員一人一人に丁寧にお辞儀をして回る。それでは、ただいまより、新規コンテ案件に関するプレゼンテーションを開始します。司会の声とともに、室内の照明がわずかに落とされ、スクリーンが明るくなる。プロジェクトネクサス。葵が心血を注いで考えたタイトルが、そこに大きく映し出されていた。皆様、本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。私がご提案するのは、単なる広告戦略ではございません。時代の潮流を読み、消費者の心をつかむ、全く新しい価値創造の試みです。黒田は、よどみない口調でプレゼンを始めた。その言葉の一つ一つは、葵が企画書に書き記したものと寸分違わなかった。彼は身振り手振りを交え、あたかも自分がゼロから全てを考え出したかのように熱弁を振る。葵が徹夜で見つけ出したデータを、自分の手柄のように語る。葵がひねり出したコンセプトを、自分のひらめきのように語る。役員たちは、黒田の堂々としたプレゼンに引き込まれているようだった。何度もうなずき、手元の資料に何かを書き込んでいる。葵は、唇を強く噛みしめ、こみ上げてくる怒りと虚しさを必死にこらえていた。プレゼンも中盤に差し掛かった頃、葵は、テーブルの最も奥、上座に座る一人の男に視線を向けた。ライズエージェンシーの創業者にして、
現社長の立花龍太郎、60代半ばを過ぎているが、その背筋はまっすぐに伸び、鋭い眼光は少しも衰えていない。他の役員たちが黒田の弁舌に感心している中、立花社長だけは腕を組んだまま、無表情でスクリーンを見つめていた。彼は時折、黒田の顔と手元の企画書を、何かを確かめるように見比べている。その視線に、葵はほんのわずかな違和感を覚えた。社長は、何かに気づいているのだろうか。いや、そんなはずはない。葵は自分の淡い期待を打ち消すように、小さく首を振った。やがて、約30分にわたる黒田のプレゼンテーションが終わった。彼は額の汗を拭い、満足げな表情で一礼する。会議室は、役員たちの称賛の声と拍手に包まれた。素晴らしいプレゼンだった。黒田くん、これなら、コンペの勝利は間違いないな。黒田は得意満面の笑みで、その賛辞を受け止めている。これで部長昇進は確実だ。と彼の顔に書いてあった。質疑応答の時間に移り、いくつかの形式的な質問が飛んだ後、会議は成功裏に終わるかのように見えた。誰もがそう思った。その瞬間だった。それまで沈黙を守っていた立花社長が、静かに、しかしよく通る声で口を開いた。黒田くん、見事な企画とプレゼンだった。感心したよ。まずはねぎらいの言葉だった。黒田はありがとうございますと満面の笑みで頭を下げる。しかし、社長の言葉はそこで終わらなかった。だが、あえて聞かせてもらおうか。社長の眼光が、すっとすすどさを増す。完璧に見えるものほど、脆いものだ。君自身が考える。このプロジェクトネクサスの改善点、そして最大の懸念事項を、今ここで3つ、具体的に述べてもらおうか。その一言は、まるで鋭い刃のように黒田に突き刺さった。予想だにしなかった質問。企画の核心、その本質を理解していなければ、決して答えられない問いだった。黒田の顔から、一瞬にして血の気が引いていくのが分かった。彼の得意げな笑みは凍りつき、口元がかすかに痙攣している。改善点、でございますか？しどろもどろになる黒田。企画の表面をなぞることしかしてこなかった彼に、その深い部分への洞察などあるはずもなかった。それはあらゆるリスクは織り込み済みでして、現時点では完璧な状態だと。彼の答えは、あまりにも稚拙で、中身がなかった。立花社長の表情が、みるみるうちに険しくなっていく。会議室の温度が、まるで数度下がったかのように感じられた。答えられないのか、社長の静かな声が、広い会議室に響き渡る。これだけの企画だ。本当に君が、自分の頭で、心血を注いで作り上げたものならば、弱点が見えていないはずがない。もう一度聞く。君は、答えられないのか。それは、黒田に向けられた最後の問いかけだった。追い詰められた黒田は、言葉を失い、ただ青ざめた顔で立ち尽くす。その額からは、油汗が滝のように流れ落ちていた。偽りの炎、化けの皮が剥がれ落ちた瞬間だった。すべての役員の視線が、絶望的な沈黙に陥った黒田に突き刺さる。その時だった。会議室の誰もが息を殺して状況を見守る中、末席に座っていた葵が、静かに、しかし迷いのない仕草で、すっと右手を上げた。その指先はわずかに震えていた。だが、彼女の瞳には、これまで誰も見たことのなかった、強く、澄み切った意志の光が宿っていた。立花社長の視線が、まっすぐに葵に向けられた。君は議事録係の、望月くんだったかな。何か意見があるのか。その声に促され、葵は静かに立ち上がった。会議室にいる全員の視線が、一斉に彼女へと注がれる。普段なら、これだけの注目を浴びるだけで足がすくんでしまうはずだった。しかし、今の彼女に恐怖はなかった。あるのは、自分の努力の結晶を、このまま汚されてたまるかという強い思いだけだった。恐れながら、申し上げます。それは、いつもの自信なさげな彼女の声とは、まるで別人のように聞こえた。先ほどの、社長のご質問に、
私からお答えさせていただいてもよろしいでしょうか。役員たちがざわめく。一階の若手社員が、突然何を言い出すのか。黒田は信じられないという表情で、葵を睨みつけていた。橘社長だけは、表情を変えずに、ただ静かにうなずいた。よろしい、話してみなさい。許可を得た葵は、一度深く息を吸い込んだ。そして、彼女の内に秘められていたすべての知識と情熱が、言葉となって溢れ出す。社長がご指摘の通り、プロジェクトネクサスには、改善すべき点が3つございます。第一に、ターゲット層への初期アプローチにおける、デジタル広告への過度な依存です。葵は、黒田が提示した企画書の問題点を、的確に指摘し始めた。企画書にある広告予算配分では、情報感度の高い若年層にはリーチできても、購買力のある壮年層への浸透が遅れるというデータが出ております。彼女は持参したノートパソコンを開き、スクリーンに一つのグラフを映し出した。それは、黒田のプレゼンでは一切触れられなかった、詳細な追加データだった。こちらが、その代替案です。SNS での話題性を維持しつつ、伝統的なメディアとの連携を強化し、全世代へ同時にアプローチするクロスメディア戦略をご提案します。よどみない説明。それは、企画の生みの親でなければ決して語れない、圧倒的な説得力を持っていた。第2の懸念事項は、競合他社のカウンター戦略に対する脆弱性です。この企画の斬新さは、同時に模倣されやすいというリスクをはらんでいます。黒田課長のプレゼンでは、その点への言及がございませんでした。葵は、黒田を一別することもなく、淡々と続けた。その対策として、私はプロジェクトを3段階のフェーズに分け、第2段階で全く新しい付加価値を投入するプランを準備しております。これにより、競合の追随を許さず、市場における圧倒的な優位性を確立できます。彼女が語る内容は、黒田のプレゼンをはるかに凌駕する深さと具体性を伴っていた。役員たちは、先ほどまでの黒田への称賛が嘘のように、今は葵の説明に息を飲んで聞き入っている。顔面蒼白で立ち尽くす黒田と、自信に満ちて語る葵。その対比は、誰の目にも明らかだった。そして、第3の最も重要な点。それは、プロジェクトの持続可能性です。短期的な成功で終わらせないためには、消費者との長期的な関係、すなわちエンゲージメントを構築する仕組みが不可欠です。葵は、自分が徹夜で練り上げた、未来への展望を熱く語った。そのために、私は顧客データを活用したパーソナライズドサービスの導入と、利益の一部を社会貢献活動に還元するプログラムを提案します。これにより、ブランドへの共感と信頼を育み、100年先も愛されるブランドへと成長させることができると、私は確信しております。葵は、話を終えると、役員席に向かって深々と頭を下げた。一瞬の沈黙。その静寂を破ったのは、橘社長の重みのある声だった。素晴らしい。社長は、満足げにうなずいていた。私が聞きたかったのは、まさにそれだ。問題点を的確に捉え、具体的な解決策と未来への展望まで示す。それこそが、真に企画と向き合ったものの答えだ。社長の視線が、凍りついたように動けない黒田へと移る。黒田くん、今、彼女が話した内容の10分の1でも、君の口から聞きたかったよ。一体、これはどういうことかね。最終通告とも言える社長の言葉に、黒田は観念したように肩を落とした。しかし、彼が何か言い訳をするよりも早く、一人の男が立ち上がった。先輩の佐藤だった。彼もまた、今日の会議に資料担当として同席していたのだ。社長、申し上げます。佐藤は、決意を固めた表情で口を開いた。今、望月が話したことこそが、プロジェクトネクサスの真の姿です。この企画はもともと、彼女が何ヶ月もかけて、たった一人で、不眠不休で作り上げたものなのです。黒田課長は、その完成した企画書を、
自分の手柄として横取りしたに過ぎません。会議室は、驚きと怒りの声で騒然となる。黒田は、もはや反論する気力もなく、その場に崩れ落ちそうになっていた。すべての真実が、明らかになった瞬間だった。立花社長は、静かに立ち上がった。そして、黒田に向かって、厳粛な口調で言い渡した。黒田くん、君の行為は、会社の信頼を著しく損なう背信行為だ。詳細は懲罰委員会に諮るが、双方の処分は覚悟してもらう。次に、社長は葵に向き直った。その厳しい表情は消え、穏やかな、そして誇らしげな笑みを浮かべていた。望月くん、辛い思いをさせたな。君の勇気と才能に、心から敬意を表する。そして、社長は会議室にいる全員に向かって、高らかに宣言した。このプロジェクトネクサスは、本日をもって正式に承認する。そして、この重要なプロジェクトのリーダーは、望月守。君に一任する。これは命令だ。君の力を、思う存分、会社のために発揮してくれたまえ。その言葉が終わると同時に、会議室は万来の拍手に包まれた。それは、偽りの方に向けられたものとは違う。心からの称賛と祝福の拍手だった。葵は、深々と一礼した。顔を上げた彼女の瞳からは、大粒の涙がとめどなく溢れていた。それは、悔し涙ではない。自分の努力が、ついに報われたことへの、嬉し涙だった。あの日から、数ヶ月の時が流れた。ライズエージェンシーの企画営業部は、以前とは少し違う、活気に満ちた空気に包まれていた。その中心にいるのは、他ならぬ望月守だった。プロジェクトリーダーに就任した彼女は、まるで水を得た魚のように、その才能を完全に開花させた。佐藤さん、この部分のデータ、もう少し深掘りできますか？鈴木さん、クライアントへの提案資料、この角度で作り直してみて、かつての内気で自信なさげな姿は、どこにもない。彼女は今や、明確なビジョンを持ってチームを率いる、頼もしいリーダーだった。彼女の的確な指示と、メンバー一人一人へのささやかな気配りは、チームの士気を最大限に高めていた。もちろん、最初から全てが順調だったわけではない。年上の部下からは、やっかみ半分の反発も受けた。しかし、葵は逃げなかった。一人一人と真摯に向き合い、データと情熱で相手を説得し、少しずつ信頼を勝ち取っていった。そして、プロジェクトネクサスは、葵の指揮の下、歴史的な大成功を収めることになる。彼女の斬新なアイデアは市場に大きなインパクトを与え、クライアントの売り上げを飛躍的に伸ばした。コンペの勝利はもちろんのこと、業界の広告賞を総なめにするという快挙まで成し遂げたのだ。葵の成功は、彼女一人のものではなかった。それは、ライズエージェンシー全体、特に若手社員たちに、大きな希望と勇気を与えた。年功序列や声の大きさではなく、真の実力と努力が正当に評価される。葵の存在が、その何よりの証明となったのだ。社内の風通しは目に見えて良くなり、若手社員たちが積極的に意見を交わすようになった。かつて葵を心配していた佐藤は、今では彼女の最も頼れる右腕として、プロジェクトを支えている。一方、黒田がどうなったかというと、彼は懲罰委員会の決定により、地方の子会社へと左遷された。本社に戻れる見込みは、もうないという。彼が失ったのは、地位や名誉だけではなかった。人からの信頼という、何よりも大切なものを、彼は自らの手で手放してしまったのだ。ある晴れた午後、葵は、新しいプロジェクトのプレゼンテーションのために、クライアントの役員会議室に立っていた。あの日とは違う。明るく開放的な会議室。彼女は少し緊張しながらも、落ち着いた様子でスクリーンに向き合う。そして、率いる役員たちに向かって、自信に満ちた笑顔で語り始めた。皆様、本日はありがとうございます。私がご提案するのは、未来を創造する、新しい物語です。彼女の言葉は、もはや誰かに奪われることのない、
彼女自身の魂の言葉だった。窓から差し込む光が、スポットライトのように彼女を照らし、その輝かしい未来を祝福しているようだった。物語は、まだ始まったばかりだ。いかがでしたか？もしこの主人公のゆるきと、理不尽に立ち向かう逆転劇に心を動かされた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。これからも、誠実な努力が報われる爽快な物語をお届けしていきます。あなたの日々の努力が、正当に評価されますよう。